遊ぶとき事故になってんだよ。バリ失衛生だよ。いや弱めろよ。男みたいな声が出るの。そうよ。風かな。さっき触ったろ。言うじゃん。わ、汚い。わ、来た。最初。まあこの流れゆく時代の中で。いや全然大丈夫です。危ない。大丈夫です。いや絶対大丈夫です。いや困るんで、だって大使が運んでるんですよ。大使でもマグマ大使っすよ。また何言ってんだよ。いやいやキャシャン。僕だよ、トリトンだよ。海のトリトンだよ。いや知らない。ちょっといいから見せてよ。まあ最終的に鼻に全部持っていかれる。その鼻に持ってかれるって何ですか？なんか体の中からエネルギーが満ち溢れてくるような気がしてきた。哲也まだなんだ。あ、まだっすか。まだ始まっていない。もうこれでいいんじゃないの？もうこれ治りましたからね。ほら気持ちいいね。2これなんか意味ある？勉強頑張ろう。なんで勉強おかしい。ダディ顔がおかしい。ダディ参ったなこら。ダディな。ちょっと黙って、ちょっと止めて。でもこれのせいでいつも俺ら遊ぶとき事故になってんだよ。バリ失衛生だよ。いや弱めろよ。男みたいな声が出るの。そうよ。風かな。さっき触ったろ。言うじゃん。わ、汚い。わ、来た。最初。まあこの流れゆく時代の中で。いや全然大丈夫です。危ない。大丈夫です。いや絶対大丈夫。いや困るんで、だって大使が運んでるんですよ。大使でもマグマ大使っすよ。また何言ってんだよ。いやいやキャシャン。僕だよ、トリトンだよ。海のトリトンだよ。いや知らない。ちょっといいから見せてよ。まあ最終的に鼻に全部持っていかれる。その鼻に持ってかれるって何ですか？なんか体の中からエネルギーが満ち溢れてくるような気がしてきた。哲也まだなんだ。あ、まだっすか。まだ始まっていない。もうこれでいいんじゃないの？もうこれ治りましたからね。ほら気持ちいいね。2これなんか意味ある？勉強頑張ろう。なんで勉強おかしい。ダディ顔がおかしい。ダディ参ったなこら。ダディな。ちょっと黙って、ちょっと止めて。でもこれのせいでいつも俺ら遊ぶとき事故になってんだよ。バリ失衛生だよ。いや弱めろよ。男みたいな声が出るの。そうよ。風かな。さっき触ったろ。言うじゃん。わ、汚い。わ、来た。最初。まあこの流れゆく時代の中で。いや全然大丈夫です。危ない。大丈夫です。いや絶対大丈夫。いや困るんで、だって大使が運んでるんですよ。大使でもマグマ大使っすよ。また何言ってんだよ。いやいやキャシャン。僕だよ、トリトンだよ。海のトリトンだよ。いや知らない。ちょっといいから見せてよ。まあ最終的に鼻に全部持っていかれる。その鼻に持ってかれるって何ですか？
皆様こんにちは、本日ピーピングライフ手塚プロタツノコプロワンダーランドの購入イベントにお越しくださいまして誠にありがとうございます。司会を務めます佐野俊介と申します。よろしくお願いします。皆さん来ていただいて嬉しいですね。なんか恥ずかしい感じもありますけれども、それではですねイベントを始めたいと思うんですが、まずですね森監督に出てきてもらう前に、今回の作品がですね作られた経緯を手塚プロダクションとそれからタツノコプロダクションそれから、コミックスウェーブフィルムの担当者の皆さんからお伺いしたいと思います。題してピーピングライフを断罪する。それでは本日のゲストの皆さんをお呼びしたいと思います。皆さん拍手の準備は大丈夫ですか？いいですか？はい。それでは手塚プロダクションから、湯本博之さん、タツノコプロから松田拓馬さん、コミックスウェーブフィルムの小川智弘さんです。皆さん盛大な拍手でお迎えください。どうぞ。どうも。お座りください。はい、そうそうたるメンツでございますけども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちゃんとこういうのが出てくるんですね。はい、ありがとうございます。では手塚プロタツノコプロワンダーランド、断罪する会を始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それではこのとても不思議なコラボが生まれた、経緯とかですね、本当にこういう作品が世に出てもよかったのかということも含めてですね、お伺いをしたいと思います。それではまずこの企画が始まった経緯ですけれども、いかがでしょうかね。じゃあコミックスウェーブフィルムの小川さんから。はい。そうですね。この企画は第5弾2012年の1月ですよね。発売になった第5弾のところでピーピングライフ 5.0 チャンネルというところで、コンビニのサークル系サンクさんに売っていただくという話を進めたときに、ちょっとサークル系サンクさんの方からご提案いただきまして、当時フェアをやっていたタツノコプロさんと一緒にコラボしてくれませんかというところで、そのコラボしたエピソードを作ってそれを特典として、一緒にくっつけて販売したいですということですね。そうですね。僕もともとピーピングライフファンだったんで、お話来た時にぜひぜひって小川さんに即答で。嬉しいですね。ありがたい限りで、ちょっとねその4本ほど作ってみて、僕もあの時やってみるのがねどううまくできるのかなと思ってやってみたんですけど、ことのほかうまくいったのかなと自画自賛したんで、松田さんともまた何か機会があればやりたいですねという話をずっとしていたという感じですね。ありがとうございます。実際なんですけど、そのキャラクターがここに出てますけど、こんなことになっていいのかというね、皆さんも思われると思うんですけども、そうですよね。いかがですかね、実際は。僕は今でも良かったのかなって本当に不安ですね。多分冒涜だって言われてなんかクレームが来るのかなってずっと今でもドキドキしますけど、いかがだったんでしょうかね。いつも俺ら遊ぶとき事故になってる。これですか？これですね。これまずいですよね。まずいです。まずいですよ。ですよね。結構まずいですよ。そうですよね。やっぱりアトムがグレちゃったのまずかったですか？これあんまり実は売れないでほしいんですよ。はい。会社に内緒でやってるんで、結構やばいっちゃやばい。やばいですね。やばいっちゃやばいです。じゃあそこからどうしていくかっていう。そうですね。皆さんもあれですか、買ったことが秘密にしといてもらった方がいいですかね。そうですね。なんならうちのセクション的には売れた方がいいんですけど、はい5万枚から10万枚ぐらい目指してるんですけども、気持ちは5000枚ぐらいでしか売れて回ってないぐらいにしたい。これ売れた場合こうやって国民的ヒーローになっていくっていう可能性もあったりしますけど。そうなんですよ。どっかのタイミングでいなくならないとまずいですよね。いなくなる。これがどうかいなくならないと。これまずいですね。すごい矛盾してるんですよ。今困ってるんですよ。今結構いい感じで売り上げが伸びてるってことなので、気持ちはすごい嬉しいんですけど、できればやめてくれっていう感じで、非常に微妙ですよね。微妙なラインですね。はい。ありがとうございます。松田さんはどうですか？うちはもう全然ウェルカムで。そうですか。うちのキャラクター自体を
ピーピングライフさんとコラボできるっていうのは、僕にとってすごい嬉しかったんで、社内的にはもう意外とみんなファンが、ピーピングライフファンが多くて、もう全然すんなりいきましたね。あ、そうですか。で逆にもううちの社内ではなかなかこうアニメーターとかできないことを、御社と組むことによってですね、ガラッとスタイリッシュにハクションドラマを変えていただいたりとかですね、もうありがたいですね。これなんかこんなことになったりします意味もんね。なんで勉ありがとうございます。実際その僕らねネタを考えたりもするんですけれども、それをまずご覧になったまだ映像になる前の段階ですかね。ネタの段階で見ていただいてどんな感想を。どうしようかと思いましたそうですよね。どうしようかと思いました。まあでもお願いしちゃったんで、まあしょうがないな。個人的にはね、ピーピングライフ大好きなんですよ。ありがとうございます。個人と会社員の立場違いますので、そうですね、分かります。個人的にはすっげえ企画のね、概要っていうかネタを紙ベースでいただいた時には大笑いしたんですけど、頭半分の大笑いしたんですけど、頭半分どうしようかなと思って、どうやって会社騙そうかなと思って、またどうやって黙ってようかなっていうので、最初にファーストインプレッションっていうかあれは半分でしたね。どうしようかなと面白いじゃねえかよっていうと、うちはそんな感じ、私はそんな感じでございます。ただもともとこの企画の担当者でうち内藤っていうのいるんですけど、手塚プロに内藤がもう責任者で全然大丈夫だって言ってるんで、私はもう全然その辺は何かあったら内藤にせいにすればいいやってことでやってたんで、たまたま私映像担当っていうことで悩んでいましたけど、万が一どうしようもなくなったら、うちのエリートで内藤っているんですけども、内藤がやったってことにすればいいやというふうな形で進めておりましたんで、だったら面白いものになった方がいいなと、もっと面白くしてくれっていう感じでしてね。内藤さん責任重大ですよね、これね。あんまり内藤の名前もあまり世の中に出してほしくないんですけどね。すいません。あれ切り札なんで温存しといて、いざっていう時に内藤がやれって言いましたって、今は出しちゃいけない。温存しないと。今さん結構狡猾なやり方をしてるから。結構社内で狡猾なやつって言われてずるいって言われてます。僕も内藤さん視点です結構 M なんで、結構そこら辺は大丈夫です。大丈夫ですか。責められてむしろそれが心地いいという。で万が一これ社内的にも受けた場合には妹の手柄にしますから。なるほど。内容的にも評価を受けて。ビジネス的にも成功したら私がやりましたっていうふうに堂々と名乗り出て、数字がそこそこで内容的にもちょっと良くなかった場合には内藤プロジェクトですっていうような、大体もう決まってます。世渡りうまいやり方です。そうですね。大事ですね。今日多分来てないと思うんで分かんないですけど、後でネット見てバレたら嫌だなと思います。いかがですかね。実際ネタが上がってきた時っていうのはもう全然に。もうネタの時点でやっぱり面白かったんで、もう早く映像見たいなっていうのが社内的には多かったですね。で実際見たらやっぱりキャラクターがもう本当ピーピングライフより変わってるので、それがすごい嬉しかったですね。小川さんはなんで会議一緒にやりましたけど。そうですね。ほとんど通んないだろうなと思って。そうですよね。ふざけるにも程があるんじゃないかとかっていうことを言われるのかなと思って、それ出しました。始まっていない。でも全然通んなかった。何にも言われなかったのがすごい逆にもう腑に落ちないって感じですね。なぜ通ってしまったのかって僕ら考えたことが。なんで進めようみたいなことですよね。そうですよね。それは聞いてないっていうことが言えるためですよ。なんか言っちゃうと手塚プロさん、辰野プロさんが言ったように修正しましたよってなるじゃないですか。一切言わないことによって上がってきた時にこれ聞いてないって言えるじゃないですか。聞いてないっていうことを言うために一切言わない。さすがですね、やっぱりね、こうやってビジネスがこう成り立っているっていう。ちなみにちょっとお客さんに聞いてもいいですか。PP ライフは辰野さんとのコラボの前が DVD5 枚でしたっけ、6枚でした、5枚で出してました。コラボ本当にさっきの特典をやった時は5枚目のついた。ということは純粋にピーピングライフさんで4枚出しました。4枚全部買ってる人って手を挙げてもらっていいですか。お、すげえ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとディープな人が多いわけですね。そうですね。で逆にピーピングライフの作品を買ったことがネットとかテレビでは見たけども買ってはいないけど知ってる人ってどれぐらいいます？あ、1人。
大変正直です。大変正直。大変正直。ということはそれ以外の方は買ってるわけですよね。そうです。今回の買ったってのはダメです。今回買わないと今回買ったら買えないなしですよ。はい今回じゃなくて過去4枚で、じゃあ1枚は誰か買ってるってことですよね。1枚以上は買ってらっしゃる方がそうですね1人以外の方はそうだってことですよね。そういうことです。これすごい。じゃあそこの方に聞きたいんですけども、多分そこのお客さんの層とね手塚の層って違うんで、手塚治虫の漫画をこれ治りましたからね。ちゃんと読んだことある人って手挙げてもらっていいですか。気持ちいい。あれ被ってんな俺。そうです。ありがとうございます。それは予想外じゃん。予想外。もうあれちょっと予想外ですよ。当たり前ですもう。すみません、マーケティングが狂ってしまいました。以上終わらせていただきます。ありがとうございました。おかしい顔おかしいどこまで行ったか分かんなくなっちゃったっていう。すみません。止めてそれではじゃあですね、映像ですね。映像が実際そのネタを見ていただいて、じゃあこれで収録をするわけなんですけども、そのネタを上がってきた実際にネタじゃない映像ですね。僕らが動いてる喋ってる内容をご覧になっていかがでしょう。チェック会社のパソコンでやってたんですよ。まずいんでテレビじゃなくて自分のパソコンでやってて、でこうエアホンでこう聞いてるじゃないですか。で笑っちゃってたら隣の席の人が何やってるんですかって言われてチェックっつってちょっと気味悪がれたんですよ。気味悪がられたんだけどチェックしてんだけどチェック忘れてネタにずっと入っちゃいました。だからそうですか。笑っててなんだっけこれはっていう感じで、いけないいけない監修しなきゃっていう感じでネタに入っちゃいました。まだCG がかぶされてない時です。生身の人間の方がやってるんで余計おかしいんですよね。余計おかしいですよね。あれは多分4枚買ってらっしゃる方も特典映像とかでつけたことあるんですか。ないです。ないでしょ。最高に面白いですよ。森さんも出てらっしゃる時もありますよね。ありますあります。今回は出てなかったですよね。今回も出ましたっけ。森さんとにかく皆さんが真剣にやってるじゃないですか。他のピーピングライフの時って生身の人間でしょ。そうですそうです。今回キャラやってるじゃないですか。ハクション大魔王とかマグマ大使とかを生身の人間がこうやってやってるんですっげえおかしいんですよね。そうですね。ハクション大魔王私やったりしました。あれそうですよね。もしも今回に入ってないんですけど、そのコンセプト的に許されるんであれば特典映像であれ入るとすっごい面白いと思いますよ。本当ですか。すっげえだって真剣じゃないですか。必死なんですよ。で監督の編集が入ってないから間がすごい悪いでしょ。間が悪いんですよ。すげえ間が悪いんですよ。こうやってこれも含めてこの後森監督が編集するとタイミングが良くなって絵がかぶって効果音入るんだなっていうことを想像しながら見ると間の悪さといい役者さんのこの演技しながら素に入ってる素になってる状態とかが最高に面白かったです。ありがとう。本当は見られたくないんですよこれね。でしょ。見させていけないと思うんだけど監督がもしもよしとするんであればいつの日かあれが特典映像でネットで流すほどのもんじゃないんで、DVD 買ってくださった方にだけ見せるっていうのはありかなと思いました。また話ずれてすみません。松田さん、実際に映像をご覧になった。本当に僕もパソコンで見させていただいて、でやっぱり声も音量も上げて見てると、だんだんやっぱりみんな周りに集まってきましたね。で全然ストーリーとか何も分かってないので、最初僕は脚本とか読んでるじゃないですか。でも周りの人間は全然読んでないので、そのまま素で入っていって、結構笑いが起きたんで、いけると思います。よかったですね。怒ってる人とかいらっしゃらなかったですか。怒ってる人間があれで怒ってどうするんだったんですか。全然大丈夫です。いかがですか。いやね、このような寛大な言葉っていうのがあるんですけど、やっぱり映像出来上がってきてもちょっと腑に落ちない感じですよね。そうですね。絶対止められる、いつか止められるとずっと思ってました。僕らだから制作途中でずっとビクビクしてましたからね。でもその分その割にはこうやることは大胆に、今回ピーピングライフではあまり効果音とか入ってないんですけど、効果音かなり使ったりとか、動きもかなり使ったりとかっていうのがありますね。すごく新しい世界でした。あと映像では今回って手塚さんのキャラクターと達郎のキャラクターがこう混在したりとか共演したりするパターンってあるじゃないですか。あれ逆に言うと社内ではなかなかできないので、今回コラボしたことによってこうそれが見れるわけです。で僕もね手塚のキャラクターのファンでもあるんで。いやいやそうですよ。松田さんがそうなんです。大好きなんでね僕。それに関しては感想ないですか。ふーんっていう。ふーんだけで。すみません。
なんで、まあ、それは面白いかなと。ああ、まあ、なるほど。客観的に。はい。コラボレーションの他社のキャラクターとコラボレーションすることですよね。基本的には。ああ、なるほどね。ありがとうございます。あれですよね、そういった意味で言うと、なんだっけな、普通の人とキャラクターが絡んでるのが今回ないじゃないですか。はい。第2弾では、はい。私の中でも第2弾作るつもりでいるんですけどありがとうございます。いいんですかね。キャラクターと一般の人が絡むってみたいですよね。田園子さんのコラボの時には、マッハ555の三船とコンビニの店員って一般人が絡んでましたよね。あ、そうですね。切符切る人ですね。だから交通交通の整理の人。そう。一般の人とキャラクターっていうのが今回の DVD ではないじゃないですか。はい、そうです。キャラとキャラと一般人でもうちの場合だと三つ目がと写楽とひげ親父だったりするので一般人にはなってるけど、じゃあ本当に一般の人とアトムとかブラックジャックとアトムとか一般人とか、それ第2案はぜひやりますんで大丈夫ですか、ここで宣言しても。大丈夫ですか。内藤プロジェクトにします。ああ、なるほど。内藤さん見たいなっていう個人的にこけそうってことですか。見たいんですよ。それだけやっぱり一般人とピーピングライフに出てくる一般の人とキャラクターっていうのが会話したときにどんな世界になるのかなっていう。なるほどですね。まあね、こういうこと言われてもなんかやっぱり腑に落ちない。そうですよね。いいのかなっていう。どっかでトラップなんじゃないか。この場だけで言われて。この場だけです。だって問題が起こったらガラッと態度変えますから。なるほど。イベントだから今こんな風に言ってますけど、なんか問題が起こった時には一切聞いてませんって話です。大丈夫です。もう悲しいです。ありがとうございます。皆さんじゃあどうでしょう、そういう意味では皆さん満足いただいているというような認識を持ってもよろしいですかね。個人的にはまだ足んないんじゃないかなみたいな。あ、まだやれる。もっと役者さんももうちょっと多分やれたんじゃないかなとか、ビッグ感があって、それがいい感じに出てるんですけども、第2弾ではこれまずいでしょっていうぐらいまでちょっといくと思います。個人的にはそう。はい。個人的にはですね。はい。個人的に難しい。ありがとうございます。私さんは今回の企画はこんな形でもよろしかったかっていうことなんですけど。もう全然ただもっと見たくなっちゃってるんで僕もなんでもうどんどん作り続けてもらえたら嬉しいなって思ってます。嬉しいですね。心弾む。今はですね。今はですね。この先何が起こるかっていうのは。2時間ぐらいすると分かんなくなる。難しいですね。今はとってもそんな気持ちでしょう。増田さんも。そうですね。で増田さんマスクになると会社いなくなっちゃうことだから。よく会社変わられる方みたいなんで。このプロジェクト成功すればちょっと残れそうかな。失敗すると次の会社いらっしゃってるかもしれない。なるほど。小川さんじゃあどうでしょうかね。そうですね。皆さんもそういう言葉を聞いてより良かったなと思いますし、さっき言ったように新しいトライができたらね、すごくいいもいいな。あとね、次がいけるのはかどうかっていうのは今後の考えということで、今後のねご相談ということでご相談していただきますね。ありがとうございます。じゃあそんな形でいいですかね。すみません。あれですけども、じゃあじゃあこのゲスト手塚プロダクションから湯本博之さん、それから辰野ゴプロから松田拓馬さん、ありがとうございます。から小川智弘さんでした。ありがとうございました。すみません。どうもありがとうございました。